ただきいただきまます。美味しそう。サクサク。
아, 이뻐. 이제 띠기마스.
はいどうぞありがとうございます。どうぞ美味しそう。よいしょっとはい食べましょう食べましょ美味しそう和風ですう。和風。でもバターもあるだかあらフランスと日本の融合ですねよしはい、じゃあいただきます。あ、胡椒をかけますあ、おか願いいたします。すいません、ありがとうございます。ありやっぱり胡椒がちょっとあったらねいいわね、がとうございます。さあ食べよう食べよいやー、美味しそうだね。う上のしそはまあか混ざってるけどこう混ぜるといいかもね美味しそう。よいしょ。うんどうでしょう。出来はうんいい感じでございますか。好きですうん。うん。うん。夏にいいねうん。何好き。あそううん。これ美味しい。夏の味だねうん。夏の味、まあ夏っぽさは確かにあるけど、それ以上にこの味がすごい美味しくて好き。めっちゃ美味しい。あんま食べたことないような感じの味だけど。そううん。なんか似たようなのある？ツナパスタツナパ、あ、まあ確かにツナパスタね。でも確かに昆布が入ってるから旨味が出て、そうね、昆布の旨味がすごいね。あとしそが爽やか、確かに。納豆ご飯もちゃんと作れるようになってきたからね。そうね。プール行って疲れた体にすごくしみるわ。プールどうだった？うん。あれ？いや、すごいいいよ。うんいいんだけど、うん人口密度が高い。なんだこの辺の人がいっぱい来てるから、うんあと子供たちもいっぱいいて、まあそうだね。こんなに人いたんだっていうぐらい、うんあそこの何人ぐらいプールだけよ。何人？50人から100人ぐらい。そうすごい。でどんぐらいのプールなの？50メートルぐらい？いや、50？わかんないけど、多分50メートルかな。で、レーンが5レーンか6レーンぐらいあって、うんでそれプラス子供用のうんプールがあるの。なぜかちっちゃいのねそう、なぜかというと、うんこっちのプールっていうかあそこのプールが特になんだけど、うん水深がめちゃくちゃ深い。5メートルぐらいあるの。うん全部じゃないんだけど、一番浅いところでうん3メートルぐらいか2メートル半か3メートル3メートルぐらいかな。で一番深いところで5メートルぐらいあるの。じゃあ誰も足つかないじゃん。誰も足の方がつかないよ。だからマミコとか恐怖だと思う多分。やだ絶対そんなまあ、の。溺れたら大変だよねって思う。確かにそうなの。ちゃんと監視の人もいるの？いるけど、うんそうすごい不思議なのが、うん最初行った時にうん水着をちょっと普通の水着、別になんかふざけた水着じゃなくて普通の水着で行ったら、うんダメだよってすぐ注意されたの。そこで自販機があるから買いなって言われて自販機で買ったわけ。どんな水着だったの？何？いや別に普通のブーメランパンツ。いやブーメランパンツか、ぴったりしたボクサー水着みたいなやつじゃダメで、うんでボクサー水着買って入ったら、うん普通にさプールなのにさヒレつけてる人がいるの。うんであとシュノーケルとかつけてる人がいてそれいいんだと思って。だってもうスピード合わないじゃん。うん同じレーンでさ普通に俺は平泳ぎとかしてるところに後ろからさ、バタフライでさヒレ付きの人が後ろからすごい速さでやってくるわけでそれしか追い抜いてくのブワーって。それはそうだよ、ヒレつけてんだからでそれはありなんだとか。ヒレ？だからヒレよ。うんヒレって普通ダメじゃないの？いやだから俺もプールって普通ダメだよねって、水着は厳しいのにそこ OK なんだみたいな。うんあとなんか飛び込みやってる人が結構普通にいいの。泳ぐのにもガチで飛び込みしてる人もいるし、普通に子供たちがわーとか言ってジャーンとか言ってちょっと中学生ぐらいの子とかうんがジャバーンとかなってて、うんそれは注意しないんだみたいな。だから深いのかな。だからまあ深いから別に問題はないけど下にしてるから危ないじゃんって思うじゃん、日本人からしてみたら。飛び込みとか大会禁止じゃん、そのちゃんと飛び込み OK ってことじゃないと、それは OK だしヒレも OK だし、シュノーケルも OK なんだけど、水着だけはブーメランか、ぴったりしたやつやったの。へえ。不思議でしょ。そうだからね、フランスらしくなんか自由な感じで本当に秩序ゼロ。あと女性用の着替え室とかないから、着替え室なんかね不思議な構造なんだよ。なんかね女性も男性も同じエリアで着替えんの？いや別にトイレみたいになってて、うんその仕切りの中で着替えられるんだけど、うんでそこ着替えたら、うん一旦こう同じ場所に行って、うんで出るところは女性と男性で違うの。
だってプールの入り口は別々になってるの。それ意味あるって思うんだけど俺間違って、女性用の方に間違って言っちゃって「それここ男性用じゃないわよ」って言われて「あすいません」とか言って逆言ったんだけど何の意味があるのかなとか、あとなんかジムがあるみたいなことを Google マップで書いてあったから、探して上にあるじゃんと思って、でその監視員に、あそこのジムって使えるの?」って聞いたら「あれ僕たち用だから」と思って、結構なスペースなんだよ。結構上もう2階全部そのスペースになってるぐらいのとこあって、そこはもうポフヌみたいなみたいな。じゃあ普通の人は使えない、ジム使えない謎。その人たちは何のために分かんない分かんない。そう俺もそう思う。俺もそう思う。何なのっていう。いやこの家、もう風通りもいいし仕事するのも良かったんじゃない？そうね。まあそうね。どういうこと？来る子とトラとユズがねまだね一緒にいられないからね。そうだね。なんかでもやって、すぐ仲良くなるみたいな時もたまにはあるらしいけど、本当になかなか数ヶ月はかかりますよっていう人がいっぱいいるし、獣医さんかなんかのサイトとかの時は、もう本当1年ぐらいかかる時もあるって。1年ってすごいよね。トラちゃんもクルちゃんも性格はいいなって改めて思った。ゆずに対してもクルコ先輩怖いけど、シャーって言うけど手は出したりしないじゃん。しない全くしない。でもトラちゃんはねいい子だから。だってその追っかけ回された時だってさ、ツーさんがこうバイって入れちゃった時ね。それを強調するね。もうさ、ゆずが追っかけ回しただけでトラちゃん何にも反撃に出たりとかしなかったもん。まあなんとかなるんじゃない？なんとかなるってみんなが言ってるよいつか。そうね。まあでもだいぶ全部片付いてないけどだいぶ慣れてきたね、この家にね。あと家具をね探すのにもね結構時間かかるよね。だってそんなポイって買って気に入らなかったら捨てるとかいうわけにいかないからね。そりゃそうだ。つーさんの部屋はさ、ものすごい機能性を重視したから、だからまあ別にまあいっかって感じだったんだけど、まあいいじゃん。つーさんの部屋はすごい男の部屋みたいになってるからね。超なんか男の部屋っていうかなんか少年の部屋っぽいよね。だからやっぱりバイクのさをいやほんとそうね。飾らないとダメじゃない？あとピンナップとか飾らない。なんかそうなのよ。なんか10代の少年の部屋みたいになっちゃったなってすごい思ったんだけど。でさ部屋の大きさの感じもさ、息子の部屋っぽいよね。部屋の感じ本当に、確かにそう。それは言えてるんだけど。でもあれはツーさん 100% ツーさんが選んだ。だって、まあそうなんだけどさこれからいろいろ飲みの市もマミコ食器棚とか買ったらもうマミコやりたい放題だもんね。別にお皿増やすつもりなくないよ。あ、そうなの？そうよ。本当に？あ、そう。意外ですそれは。何も増やす気なんかない。そうなの？だってマミコもうすぐ生誕祭じゃん。マミコ誕生日何が欲しいの？自由。何も別に欲しいものないんだけどな。免許。それな。フランスのさ、それも謎制度すぎるよね。来てから1年目までは海外の免許をフランスの免許に書き換えられるけど1年超えたら書き換えられないって謎システムだよね。知らなかったでしょマミコ。っていうか、学生はダメだって聞いたわけ。で最初私学生で来たでしょ。だからダメなんだと思って、私イギリスに行った時は学生でも切り替えられたからイギリスの免許に書き換えてたのよ。だから UK 免許持ってたから余計に UK 免許でフランス運転できるから、それもあってすっかり忘れてたの、その切り替えることっていうこと。そしたらもうフランスで1年経ったらダメよみたいなこと言われて、はいみたいな。で UK 免許も切れちゃったし。そうなんだよね。でそれで免許じゃ取るしかないのかなと思ったら、もうすっごいフランス人でも8回試験に落ちるとか言って、フランス人で8回落ちる試験ってどういうことみたいな。そうね、免許問題な。だからやっぱり免許がいらない車を運転するしかない。それもまた不思議じゃない？なんでそんなもんがあるのっていう。本当不思議。何免許がいらない車？意味がわかんないよね。意味がわからない本当に。でもあるよね。でバカにされていじめられるんでしょ、田舎に行くと。田舎に行くと何乗ってるとか言ってもうアッシーを見つけるしかない。ア
アッシーをプレゼントしてください。僕でいいですか？僕でいいですか？困ったな。まあそんなことだね。どんなことだよ。そうね、はい、じゃあ今日も美味しいご飯をありがとうございました。夏はどこも行けませんでしたが。ありがとうございました。